こんにちは、マントワです。今日はパビリオンの紹介ではなく、6月の13日から15日まで行われている東北絆祭りの紹介をいたします。東北絆祭りは万博会場のエキスポアリーナ祭りで開催されています。この東北絆祭り、東北地方の6つの代表的な祭りを集めたイベントになります。もともとは東日本大震災の鎮魂と復興を込めて行われたイベントなんですが、それが発展して今の東北絆祭りになっています。そしてそれがこの万博会場に出張で来ているという状態です。実はこのエキスポアリーナ以外にも、東北絆祭り関連のものがありまして、このリングのですね北側のところに飲食店が集まったブースのところがあるんですけども、ここにですね実はねぷたの展示があるんですよね。気づいた方もいられるかと思うんですけども、これすごいですよね。これは岸母神を表したねぷたらしいですけど、すごいですよね。これ大賞を受賞した作品らしいです。6月の13日の開催時間に合わせて僕も入場してみました。取材受付。入ってすぐにですね、おもてなしということで東北のお酒の試飲をですね勧められました。青森と福島のお酒をですねそれぞれ一つずつチョイスできるということでいただきました。僕はですね青森の豊杯というお酒と、それから奈良満という福島のお酒をチョイスしました。あんまり僕ですねお酒飲めるタイプじゃないんですけど、奈良満はすごく飲みやすかったです。これ開会の挨拶なんですけど、すごいんですよね。各東北のですね知事とか副知事が挨拶に来てまして、これちょっとびっくりしましたね。今映っているのは宮城県の村井知事です。でお酒を飲めない人向けにですね甘酒の振る舞いもありました。開会式にはちゃんとミャクミャクさんも出席してるんですよね。ミャクミャクさんは結構ね東北のゆるキャラを押しのけて出しゃばる感じがなかなかやっぱり大阪っぽいなっていう感じしましたね。素晴らしいコラボレーションでございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そして戦国武将の伊達政宗さんもこの開会式に花を添えています。横にいるのはですね片倉小十郎と、なぜか時代が違うんですけど松尾芭蕉がいます。伊達者さん、さあ盛大に名乗りを上げよう。はあ、我こそ白石上城主にして伊達家三房、伊達の双璧地の武将と呼ばれし片倉小十郎景綱である。はあ、一の句の旬と魅力を伝える松尾芭蕉でございます。そして各ブースには東北6県のですね名産のお酒や食べ物、そして観光地の紹介などがあって、もう2時間3時間は普通にここでもう潰れます。これは山形の酒田のですねお寿司みたいですね。これは東北6県の名産物を一つで食べられるという箸巻きですね。お隣は秋田の田沢湖ビール。田沢湖ってすごい綺麗な湖なんですよね。
こちらは宮城の地酒のシーン。お酒あまり飲めない人に向けて甘いお酒も用意されてました。ここは東北の名物のですね、試食ができるというコーナーですね。これ僕が行った時はですね、いぶりがっこの試食やってましたけども、14日と15日もいっぱいいろんな試食があるみたいなんで、ぜひ試してみてください。ここは福島の会津のブースですね。アンケートに答えると会津グッズがもらえたり、あとは会津のお酒の試飲ができたりします。これがアンケートに答えるともらえる赤べこのキーホルダーですね。ここではですね、蜂蜜のお酒ミード酒をいただきました。めちゃめちゃ飲みやすくて美味しかったです。お隣は福島市のブースで、ここでは桃ジュースが売ってるんですけど、この桃ジュースもめちゃくちゃ美味しいんですよね。あと福島のですね SNS をフォローするとももりんグッズ、ももりんというですねキャラクターのグッズがもらえます。今ですね画面に出ているのがももりんというキャラクターらしいですね。悪ももりんもいるらしいですよ。さあ舞台ではですね、今青森のねぶたの羽との紹介がされてます。これが福島の桃ジュースですね。今出てきたのが、これがねぶたの羽と言われる人たちですね。ねぶたの前でこうやって跳ねて踊るので羽とと言われているらしいです。そしてですね、みんなで羽と体験をしようというコーナーもありました。2回ずつお願いします。はい、いきます。せーの。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、ありがとうございます。そして練習の後はお囃子に乗ってみんなでこの羽と体験をしながらラセラーラセラーという声と一緒に、お祭りを楽しむということで、これ結構ですねみんな楽しんでましたね。このブースは道のくトレイルクラブというブースで、太平洋側のですね東北の福島からですね青森まで至る道1000キロ以上の道をですね、歩いていく道を紹介しているわけなんですけど、これはすごいですね。それぞれの県の担当者がいていろんな話が聞けるんですよね。ちょっと東北に興味ある人はぜひですねここでいろんなお話聞いてみるのもいいと思います。今ですねこの聞こえてきたわっしょいわっしょいという声なんですけど、これが福島のわらじ祭りの音頭らしいです。初めて聞く祭りなんで、こういう祭りがあるって僕は初めて知りました。ここは仙台のずんだのブースですね。ずんだ餅はもう全国的に有名になってますけどね、本場のずんだ餅がここで手に入ります。僕はですねここで片手で食べられる、一口ずんだをですねいただきました。さあもうこれはですね見てもうすぐ分かりますよね。秋田の関東ですね。関東ってこうやって準備するんですね。道の向こうでは政宗公一行がですねお帰りのようです。
これ最初はね、こういうなんか立てては倒してする祭りなのかなと思ったんですけど、後でその関東の人に聞いてみたら、これはね、風が今日は強すぎたらしいんですよね。普段はこの祭りの時はこんな風が吹くことがないから、こう煽られるってことがないらしいんですけど、やっぱりですね、万博会場自体が海の近くなんで、やっぱ秋田とは全然こう環境が違うんですよね。本来ならここでさらに、棒を伸ばしたりですとか、高下駄を履いてこれをやるというようなことをするみたいなんですけどね、なかなかやっぱり風が吹いてうまくいかないんですよね。それでもですね、大阪の人にこの関東を見せたいということでですね、一生懸命やってくれてですね、時々こううまくいくんですよね。本当にですね、もうこれは本当ありがたいですよね。秋田から来てわざわざですね、この万博会場でやってもらえるっていう、本当にありがたい。こんなものはなかなか見れないですからね。このブースでは伝統工芸の紹介と、それからですね、アンケートに答えるとなんとお米がもらえるということをやってました。この米不足の中でですね、お米もらえるってありがたいですよね。この時にやっていたのは曲げわっぱの実演。本当の職人さんがですね来て、曲げわっぱの説明とかですね、制作をですね実際見せてくれてました。で体験をすることもですね時間によってはできるみたいです。で奥の方にはですね、東北各地の伝統工芸品の紹介もしてありました。でこの中にですね、脈々こけしみたいのがあって、これ可愛かったですね。ほら、これです。こちらのブースでは、プロジェクションマッピングを使った東北各地の観光地の紹介を見ることができます。整理券をもらってですね、予約しとかないといけないんで、ちょっとめんどくさいんですけどね。整理券配布しております。だいたい映像は10分ぐらいの長さなんですけど、もう東北の本当に壮大で綺麗な映像がたくさん見られてですね、行ってみたいなっていう気になる感じでしたね。本当にステージの横には、仙台の七夕、それから秋田の関東、青森のねぶた、この3種類がですね展示されていて、これ見るだけでもですね、東北の祭りに参加してるなっていう気になります。こちらのブースでは宮城県産のホタテを焼いたものですとか、それから石巻おでんなんかが食べられます。石巻おでんめちゃくちゃ人気があるらしくって、あっという間に売り切れちゃいました。そして名物の笹かまぼこ、隣にあるのが山形のさくらんぼです。さくらんぼね、もうちょっと夕方近くになるとなんと半額セールやってました。さくらんぼ高いですからね、半額で買えるって結構すごいですよね。でこちらがですね、東北各地の観光を紹介するブースになります。ス
テージ上ではですね、次は盛岡の三叉踊りの紹介をされてます。なんかみんな後ろ振り向いてるなと思って見たらですね、後ろに直江兼続がいました。うわー、さすがね、武将が出るともうその辺がもう大にぎわいになりますよね。隣にいるのがですね、この子は山形県のマスコットキャラクターのキテケロくんです。この横向きの顔が山形のですね、形になっているという面白いキャラクターですね。僕も直江兼続とこのキテケロ君の宣伝に負けて、さくらんぼを買っちゃいました。半額ですからね、この今表示されている金額の半額で買いました。さくらんぼ半額です。さくらんぼ半額です。さくらんぼ現在半額ですね。6月のですね、14日15日はパレードも行われるみたいです。今のような各県の紹介も含めてパレードもあるみたいです。最後は山形の花笠祭りの紹介、これが最後になります。山形の夏の風物詩、山形花笠祭りは毎年8月5日、6日、7日の3日間開催され、たくさんの踊り手たちが華麗に舞い踊る真夏の夜の祭典です。マントはですね、小学生の頃になぜか運動会の踊り出し物でですね、この花笠踊りを踊らされた記憶があるんですよね。全く東北と関係ないんですけど、なんでそうなったのか本当に先生に聞いてみたいですね。最後はこのねぶた、もう一度暗くなってから見てみます。やっぱりライトアップされた方がかっこいいですよね。いやー、これが動いてるところですね、本場でやっぱり見てみたいですよね。というわけでこの東北絆祭り、6月の13、14、15の3日間のみの開催ですから、万博に行かれた方、特に通期パス持ってる方なんかはぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバイ。